どうも皆さん、カイトです。ビビエットをご存知でしょうか？こちらは2018年10月18日に Steam、2019年7月11日に Nintendo Switch でリリースされました。早速通常クリアまでプレイしたんですが、2D ドットを味わえる極上のホラーパズルでしたね。キャラのデフォルメが某 RPG に似ていますが、謎解き要素がかなり強く感じ取られ、パズル要素が大好きな私にとって大好物の作品でした。今回はビビエットの魅力について簡単に紹介させていただきます。またこの動画にはネタバレが含まれますが、重要な謎解き箇所は毎度パターンが変わり、同じやり方でも解けないのでご安心を。では早速やっていきましょう。まずこちらのジャンルになるんですが、 2D ホラー謎解きパズルが一番しっくりきますね。この類の 2D ジャンルだと魔女の家 MV というのが想像つきやすいかなと。館の中をランプを持ちながら探索をし、情報というヒントを手繰り寄せながらアイテムを収集してフロアを進んでいく感じです。館外でも探索することになるんで、ある程度の位置を把握しておくと良いかもしれませんね。マップアイコンはないのでマジで迷いまくりますが、見つけた時の感動は一押しで、対象物にインベントリー内でのアイテムを使っての解除が某カプコンホラーテイスト。敵という敵は1人しかいないのですが、見つかった瞬間に猛スピードで向かってくるので逃げましょう。チェイスしてやり過ごすこともできますが、もし捕まった場合は連打バトルが始まりますので、突き飛ばして逃げるのが得策です。常にダッシュをしても問題ないので、ゴリゴリに進めていけるのも楽しかったですね。次にストーリーどなんやねんって方に説明させてもらうと、病院で目を覚ました主人公ホセットは記憶が曖昧の中、警部にある事件について聞かれて思い出すことになります。彼は友人3人と一緒に隔絶された島にいる妹フェリスに会いに行きますが、話が通じず島から離れようと小舟に戻ろうとします。フェリスも一緒に連れて行きたいホセットは館から出てこない彼女の元に向かうが、突然の出来事で気絶。目を覚ますと周りにも船にもいない友人たち。彼はランプを片手にフェリスの元に向かうと、そこでは怒り狂った彼女の姿があったっていうお話。そして魅力をお伝えすると、1、緊迫感が半端ないホラー要素。プレイしていて思ったのは、主人公の息遣いと BGM がマッチしすぎて焦らせてくるやんって感じ取られました。これ聞いてもらったらわかると思うんですけど、こんな感じの 2D は見たことなかったので新鮮でしたね。思った以上にキャラがぬるぬる動くのと、攻撃方法がないというか、妹ちゃんなので倒せないんでひたすら逃げるというのも面白い。アクティブタイムシステムなので、ヒントにつながるレポートや謎を解いてる最中でも妹ちゃんは平気で侵入してくるので注意してください。2、難しい謎解きがパズル好きにはたまらん。基本的には館を探索しながらアイテムを見つけ、次の扉に入って謎を解くというルーティンになるんですけど、マジで謎解きが意味不明な箇所が頻繁にあるんですよね。これが最高にいい。初見でのボタン操作箇所での意味不明から、ヒントがある絵を見ても意味がわからない時計の秒針ギミックとか挑戦的です。謎が解けた時は普通にテンション上がるのも良かったですね。重要な箇所だと思うところはスマホなどでメモをすることをおすすめします。部屋を何度も往復することになるんで、記憶に自信がなかった私は早々にパシャってましたね。ミスると謎解き要素が変化するタイプは難しいが面白い。3、クリア時間は5時間ほど。頭を抱えながらも通常エンドは5時間ほどでした。初見でのトゥルーエンドは絶対無理なんじゃないかと感じ取られましたね。後々にググりまくってエンド回収の仕方を理解できたのは内緒の話。トータル的にこういうホラー要素の 2D をプレイしたことがない方はやってみてほしい。以上になります。 2D ホラー謎解きパズルビビエット。某 RPG を思わせるドット絵から想像がつかないホラー要素はなかなかに凝った作り。良ければ皆さんもホセットを操作して妹ちゃんの正体を暴きに行きませんか？きっと素敵なドキドキ体験を味わえますよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。